ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この人は一体何をしているの？このおじさんはこれからハンググライダーに乗って、パチンコ屋さんにスマスロ北斗の拳を打ちに行こうとしているらしいぜ。あらそれは楽しそうな話ね。スマスロ北斗の拳といえば今大人気の機種よね。私も大好きよ。ハングライダーってタコみたいなのに捕まって空を飛べちゃうってやつでしょ？今背中に担いでるのがハングライダーなの？ああ、そうだぜ。大きくて結構重そうね。一体何キロくらいあるのかしら？人の体を固定するためのハーネスを含めればだいたい30キロぐらいだな。おじさんの体重が70キロとしたら約100キロのタコが空を飛ぼうとしてるの？本当に飛べるのかしら？まあそれは見てのお楽しみだぜ。ハングライダーに乗ってスマスロ北斗の拳を打って、じゃんじゃんバリバリ大勝ちしたりしたら楽しい一日になるわね。あははは、果たしてそんなにうまくいくかどうか。今回はそんなスロッカスおじさんの休日を実況していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ここはどこなの？ここはとある山の中腹、標高430メートルくらいにあるハンググライダーの離陸場だな。ひえー、430メートルとは随分高いところから離陸するのね。動力を持たない滑空機なので基本的には常に降下していくだけだからな。43メートルから飛んでも長い時間楽しめないだろう？紙飛行機みたいなものなのね。いよいよ飛ぶのかしら？横にある吹き流しを見ながらテイクオフのタイミングを待っているところだな。向かい風が真正面から入ってきた時が飛び出すチャンスだぜ。チャンスなのかしら？わー、飛んだ。飛んでる、100kg が飛んでるわー。右や左に曲がるときはどうやってるの？体重移動だな。右に体を寄せれば右に、左に寄せれば左にという具合だぜ。気持ちよさそうねー。で、このまま下に滑空して着陸したところにパチンコ屋さんがあるってわけなのね。いや、この近所にはパチンコ屋さんはない。このおじさんの行きつけのパチンコ屋さんは今飛び出した山の向こう側、20キロ先の町にあるんだ。でも今高度400メートルくらいだから、このままではおじさんはパチンコ屋さんにはたどり着けないな。ちょっと待ってよマリサ。あの山を越えないとパチンコ屋さんに行けないの？さっきマリサはハングライダーは降下するだけだって言ってたじゃない。山の中腹から離陸したんでしょ？だったら山を越えたところにあるパチンコ屋さんに行くだなんて、初めから無理ゲーじゃないの？まあ落ち着けレ夢ム。さっきレ夢ムは紙飛行機みたいなものねって言ってたけど、ハンググライダーには紙飛行機と違うところが一つある。それは人が操縦しているってことだ。人が紙飛行機に乗って操縦したら、こんな楽しいことができるというところを今から見れるかもしれないぜ。今左翼が突然跳ね上がって弾かれるように右に流されていってるだろう？そうね。これは左翼が強いサーマルに当たったのかもしれないぜ。サーマル？おじさんはおそらくこのまま右に旋回しながらさっき左翼を弾かれたあたりを狙っていくと思うぜ。ねえマリサ、今なんて言ったの？サーマル？ああ、サーマル、上昇気流のことだぜ。上昇気流？バリオが高い音を出し始めたぜ。バリオ？これはおじさん強いサーマルを捕まえたかもしれないな。ここからぐるぐると旋回を始めるぜ。ねえちょっと待ってマリサ、一体何が起きているの？解説してくれる？もちろんだぜレ夢ム。私たち地上で暮らす生き物にとって風っていうのは基本的に前や後ろ、右や左から、水平方向に吹いてくるものだろう？まあそうね、頭の真上から吹いてくる風なんてあまり感じたことはないわね。ところが地上を離れると風というのは上からも下からもあらゆる方向から吹いてくるんだ。そんな様々な風の中でも日照によって温まった地表の空気が地面から剥がれ、塊となって空に向かって登っていく上昇気流という空気の流れがある。ハンググライダーをする人たちはそれをサーマルと呼んでいるぜ。おじさんはそのサーマルを捕まえたのね。サーマルを捕まえると何かいいことがあるの？その上昇する風に乗って空高く舞い上がることができるんだぜ。重さ100キロのハングライダーを持ち上げるほどの強い風が、こんな穏やかな日に突然吹くのかしら？なんだか眉唾な話ね。あの高くそびえる山の頂上も越えられる？まあ、そこはハンググライダーを操縦する人の技量によるな。強いサーマルは地表から雲まで直径数十メートルの円筒形になって立ち上っているイメージだ。その目には見えないサーマルの中にすっぽりと収まるように機体をコントロールし旋回させながら高度を上げていかなきゃならない。これがサーマルソアリングというハンググライダーを楽しむためには一番要となる技術なんだぜ。このおじさんは上手な人なの？いや、かなりのヘボなんだが今日は頑張ってるぞ、わら。ずっとピーピーポーポー音がしてるけど何の音なの？バリオメーターと呼ばれる計器の音だな。
高度が上がったり下がったりするたびにその上昇率や沈下率を音程の変化で教えてくれているんだぜ。音がピヨピヨピヨって高くなったら上昇してるぞってこと？ああそうだぜ。気圧計を内蔵してるから現在の高度も数字で示してくれるぜ。あら？ちょっと待ってマリサ。なんだか山の頂上が近づいてきてない？ああそうだな。順調に高度を上げてきていると思うぜ。本当に100キロのハングライダーが風に乗って空に登っていってるの？なんだか信じられないわ。あらやだ、頂上と同じ高さになりそうよ。まだまだこんなもんじゃないぜ。マジですかー。山の向こう側が見えてきちゃったわよ。おじさんヒーハー言ってるわよ。紙飛行機にはこんなことはできないだろう？サーマルすごいすごーい。今のサーマルには乗り切れず途中で見失ってしまったみたいだな。おじさんどうするの？もうこの高度からならパチンコ屋さんまで飛べるんじゃないの？もっと高く上がるサーマルを探すみたいだぜ。サーマルってどうやって探すの？風は目には見えないんでしょ？ああ、その通りだよレイム。人間にはサーマルがどこに発生しているのか、見つけるのはなかなか難しい。だからハンググライダーの人たちは一緒に山を飛んでるトンビに、サーマルの居場所を尋ねてみることがよくあるよ。トンビに尋ねる？空を飛んでると鳥と話せるようになるの？あははは、尋ねるというのは例え話だけどな。レイムも山の上高くトンビがゆっくり旋回しているのを見たことがあるだろう？彼らは力を使わずに上昇気流を使って空高く舞い上がるサーマルソアリングがとても上手なんだ。羽ばたかずに翼を広げたまま旋回しているトンビを見つけたらその下から強いサーマルが発生している可能性がある。だからすかさず旋回するトンビの上または下に滑り込むのもサーマルの探し方の一つなんだぜ。わあ、トンビさんと一緒にぐるぐる回るの？ああ、そうだぜ。それは楽しそうね。その他サーマルを探すためのヒントは色々あるぜ。今日は海の右手から山に向かって風が吹いている。その風に押されてあの尾根の向こう側にサーマルが集まって上に吹き上げているのではないかとおじさんは推測しているようだな。サーマルも風に押されて動いているの？ああその通りだよレイム。そしていくつものサーマルが風に流されて山の斜面で合体して大きなサーマルになるんだ。じゃああの尾根を越えたら爆上がりするのかしら？さあ、それはそこに行ってみないとわからないな。行ってみたけどサーマルはなかったなんてことも多いからな。ドキドキね。来たぞ。今だ、回せおじさん。わあまたバリオがピーピー鳴り始めたわよ。狙いがバッチリ当たったようだな。今日のおじさんはキレてるぜ。キレてる回ってる空の回転寿司特急便かい。それはボディービルのやつ。かなり強烈なサーマルだな。しっかりコントロールしないと機体がひっくり返されてしまうこともあるからな。ここは気合と根性で頑張ってほしいぜ。おじさん頑張れー。今どれくらいの高さなの？山頂を越えたあたりだから7、800メートルくらいだな。800メートル？おじさんは怖いとは思わないの？フライトしている最中は怖いとは思わないみたいだぜ。怖いと思うと体が萎縮して操縦できなくなっちゃうだろ？頼れるのは自分だけだから常に平常心を保たなければならないぜ。へー。バリオがずーっとピー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 鳴りっぱなしね。ああそうだな。強いサーマルの中に収まると一定のスピードで継続的に上昇し続けるから加速感が感じられずソアリングしてる人には今上がってるのかどうかわからなくなってくる。ビルのエレベーターで動き始めた瞬間は上がり始めたことを体感できるけど、数秒後には上昇感は感じられなくなるだろう？今上がってる最中だよーって教えてくれるバリオはとても大切な相棒になるんだぜ。モテキが来たらすぐにピーピーなってくれるバリオないかしら？ああわかるあれって落ち始めてから気がつくわ。でそれはドラえもんに頼めや。見ているだけでも目が回りそうなんだけど、酔ってしまったりはしないの？乗り物酔いしちゃう人もいるらしいが、このおじさんは仕事とハングライダーをしている時以外は常に酔っ払ってる人だから全く問題ないぜ。そういうものなの？おじさんどうしたの？回すのに疲れて休んでいるの？いや、休んでるんじゃないぜ。
どうしても海から吹いてくる本流の風に流されてサーマルからずれてしまうから時々風上に戻って進路を修正しているぜ。へえ、ただぐるぐる回してるだけじゃないのね。このバリオの音、癖になるわね。この音に燃えるようになったらもう立派なハンググライダー2だぜ。山頂の鉄塔もあんなに小さくなってしまったわね。サーマルってマジすごいわ。周りに上げている他の機体も見当たらないのでおじさん一人勝ち気分で浮かれてるぜ。体力も消耗するんでしょ？そうだな、強いサーマルの中でソアリングしている時は腕回りが結構きついぜ。疲れたからちょっと休憩とかできないの？サーマルの寿命は短いぜ。サボってる間にサーマルを逃がしちゃうとまた捕まえられるかどうかわからないだろ。せっかく捕まえた大物だからな。集中して尻尾から頭の先まで全部いただかなきゃもったいないぜ。でもサーマルを使い切れば素晴らしい眺めを楽しみながらゆっくり休憩できるぜ。さっきマリサはサーマルを使い切るって言ってたけどサーマルには終わりがあるの？あるぜ。そしてその時今まで目に見えなかったサーマルが姿を現すんだぜ。え？本当？本当だぜ。サーマルってどんな姿をしているの？まあそれは最後のお楽しみにとっておこうか。レイムもきっと驚くぜ。ここまで来ればサーマルのゴールはすぐそこだぜ。運転まであと100から200メートルだろう。ここはおじさんの最後の頑張りを応援しようか。おじさん頑張れー。まどかひろしが乗り移ってんのかい？それわかるのは50代以上だな。死んだっけ？おじさんトンビが何か尋ねに来ましたよー。あははははは、それ面白い。あわわ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 。おっと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 。どうやらもう上がらないようだな。サーマルのゴール？ああ、ここで終わりのようだ。越後平野と日本海、海の向こうに見えるのは佐渡島。あの大きな川は日本一の大河、信濃川。360度の大パノラマだぜ。絶景かな絶景かなー。年がバレるぞレイム。今どれくらいの高さにいるの？ 1200メートルだぜ。じゃあ、1200メートル。430メートルからテイクオフしてサーマルに乗ってここまで上がってきたのね。そしてこの辺りがサーマルの終着点だぜ。もう上がらないの？その日の気象条件によって日々変わるが今日はこの高度にサーマルの上昇を止める空気の層があるようだぜ。サーマルさんは姿を現したの？もう姿を現しているぜレイム。周りの雲の底を見てごらん。平たくなっているのがわかるかい？本当だ、雲の下って真っ平らだったのね。地表から上昇した暖かい空気の塊、サーマルはこの空気の層に急激に冷やされてあそこから雲になるんだ。サーマルさんは雲になるの？そうだぜ。まあ、素敵だわ。あんなにものすごいパワーで登っていって最後はあの雲になって昇天するのね。かっこいいわ、まるでラオウのようね。また雨になって落ちてくるんだがな。あたしハングライダーはできそうもないけどサーマルさんは大好きになっちゃったわ。サーマルさーん。ここまで上げてくれてありがとう。おかげでおじさんパチンコ屋さんまで飛べそうよー。さあパチンコ屋さんはどこにあるの？ここから見える？まあ20キロ先だからここからは見えないな。でもこの高さからならまっすぐピューンとひとっ飛びでしょ？さあレッツゴーレッツゴー。いやレイム、実はそうはいかないんだ。どうしたの？ハンググライダーには決められた離陸場から飛び立って決められた着陸場に着陸しなければならないというルールがあるんだぜ。は？こんなに自由に飛び回れるものがどこから飛んでもいいしどこに着陸してもいいとなったらどうなる？子供たちが遊んでいる公園やグラウンド、市街地の道路などに突然空から100キロもある紙飛行機が着陸してきたらみんなびっくりするし危険だろ？パチンコ屋さんの屋上の駐車場ならだだっ広いから大丈夫じゃない？それをやっていいのはキャッツアイと怪盗キッドだけだぜ。サーマルさんあんなに頑張ってくれたのに？まあ、ルールはルールだ。風に乗って空を飛べるという極限の自由感を楽しめるスポーツだけに社会に迷惑をかけるリスクにも十分に配慮しなければならないってことだぜ。競技会などで数十キロ先まで飛んでいくこともあるが、そういう時は刈り取った畑や河川敷など地主さんに事前に許可を得て着陸場を設定しているぜ。
このままパチンコ屋さんへ飛んでいきたいのは山々なおじさんなんだけど、ここは一旦決められた着陸場に着陸することにしたようだぜ。サーマルさんに謝れやおっさん。そういうわけで着陸場上空に来たぜ。砂浜に着陸するのねやっぱり地上が近づくとなんだかホッとするわねいや、レイム、実はハンググライダーの事故はこの着陸時に起こることが多いんだ。フライトのこの最後の締めくくりは絶対に気を抜いてはいけない、一番集中しなければならない時なんだぜ。まあ、そうなの？じゃあ私もお腹にぐーっと力を入れて集中してみてるわ。お前にお腹なんかないだろ。今日はサーマルが活発な日だからおじさん身長を期して高い高度で着陸場上空にやってきたぜ。おじさんが今一番気にしているのは着陸場周辺にサーマルが発生していないかどうかだ。着陸場にサーマルがあるとダメなの？ああ、サーマルは小さな竜巻みたいなものだから着陸場にいてもらっては困るぜ。周りの空気を吸い込みかき回して安全なランディングが難しくなる。着陸場近辺でサーマルによる上昇を感じたらそのまま上げてしまってしばらく様子を見るのが安全策だぜ。その他着陸場周辺の様子にいつもと変わりはないか、一般の第三者が近くにいないか、車などの障害物がないかなどをよく観察する。ここはこのフライトエリアの全てのハンググライダーが着陸するところなので他の機体がランディングアプローチに入ってないかにも注意をしなければならないぜ。気をつけなければならないことがたくさんあるのね。そして重要なのが風向き。どっちからどのくらいの強さで吹いているのかを立てられている吹き流しを見て判断するぜ。今は海岸線右側から斜めに秒速およそ5メートルほどの風が吹いているように見えている。着陸も離陸時と同様向かい風で行うべきなのだが海に向かってファイナルアプローチすると風が想定より弱かった時にオーバーランして海に着水してしまう可能性もあるので少し角度を調整したいところ。そんな感じで頭の中でファイナルアプローチの功績をイメージしてるぜ。難しそうね。ファイナルアプローチに入るぜ。ランディングターゲットまでの距離と高度を目視で確認しながら風速を元にファイナルターンのポイントを探っているぜ。風速が5メートルもなさそうなので遠目からアプローチした方がいいんじゃね？と判断したようだぜ。これがファイナルターンになる。握っているコントロールバーを手前に引いてスピードを上げているぜ。地表は様々な凹凸、林や建造物などがあるので基本的に風が乱れている。スピードをつけていれば小さな乱れた風の影響を受けにくくなり機体が安定するしコントロールのレスポンスも良くなるぜ。ドキドキするわね。やはり風はかなり弱めのようだぜ。想定より伸びるかもな。ファイナルターンを少し曲げすぎたので右へ微調整していく。地上5メートルくらいになったら体を起こし着地に備えてコントロールバーを高い位置に持ち替える。体を起こせば空気抵抗で減速の効果も出るぜ。地上2メートルくらいになったらコントロールバーをゆっくりと緩めてスピードを落としていく。おじさんもう少し高いところを握った方がいいぞ。そうだ。最後にノーズをふわっと上げて鳥が舞い降りるように足でスタッとかっこよく着地したいところだが。あら？おじさん転んじゃったわよ。大丈夫？あははは大丈夫だよ。おじさんにしては上出来のランディングだったぜ。でも怪我がないようでよかったわね。今日は面白いものを見せてもらったわ。解説ありがとうマリサ。とんでもないぜ。ところでおじさんはこれからスマスロ北斗の剣を打ちに行くのかしら？ああ、もちろんだよレイム。何しろこの動画のタイトルはハンググライダーに乗って、スマスロ北斗の剣を打ちに行った。だぜ。視聴者さんに謝れや。最後までご視聴、ありがとうございました。